はい、皆さんこんにちは、岡井介です。今日はですね、こちら iPhone 12 Pro Max そしてウォレットですね。実際に動画クリエイターとして使ってみた良かったポイントと悪かったポイントを、皆さんにお伝えしていこうと思います。で、本当にね、極端に良かったなって思う側面と、いやー、これはちょっとないなっていうところが、今回はね、明確に分かれた製品だと思ったので、がっつりと皆さんにね、本音でお伝えしていこうと思います。それでは行きましょう。はい。で、今回なんですけれども、僕購入したのが iPhone 12 mini と、Pro と、あとは12 Pro Max の、3台ですね。12は、買う必要ないかなと思ったんで3台にしました。で、そしてこちら12 Pro Max、実際に使って良かったポイントといったら、そういえばね、僕 Twitter でめっちゃバズりましたよね。この買って翌日の12 Pro Max を、FPV ドローンに乗っけてドローン撮影をしたんですけれども、それが Twitter では1000リツイート、そしてね YouTube でも結構ね2万回、それはそんなことないか、1日2日で到達したということで、本当に多くの方ありがとうございました。電波法違反っていうね、ご意見もあったんですけれども、SIM カード入ってないですし、機内モードにして設定したので、ご了承ください。はい、そんな感じでね、もうなんか、僕がわざわざ語る必要ないって思うくらい iPhone 12 Pro Max の動画性能にはもうびっくりしました。それがやっぱり動画クリエイターとして何よりも買ってよかったっていうポイントですよね。やっぱり手ブレ補正。僕ね、FPV ドローンで日本一周中にどうやったら滑らかに撮れるかと思って、ここにあるソニーの RX02、このカメラが最もね1インチの、コンパクトなカメラとして一番綺麗なんですけれども、手ブレ補正が弱かったりしてやっぱり GoPro に勝てないなとか、もう本当に試行錯誤をしてで FPV にバネ乗っけてバランス取れるようにしたりとか、そういうことやってで FPV にそういった手ブレ補正力がないカメラを乗っけると綺麗に撮れないんだよっていうところはもう自分はね肌で感じていたんですよ。だから iPhone 乗っけても横田師匠もね全然なんか綺麗に撮れないんじゃないかなっていうのが本音だったんだけれども、いざ撮ってみたらここまで綺麗だったと。本当に、スタビライザーはいらないかもしれない。それぐらい、光学手ブレ補正が優秀だし、センサーサイズとか、本当に大きいので、夜間での撮影とかも、全然クリアにできちゃうと。だから正直スマートフォンで撮れる領域をもう超えてきたなっていうのが個人的な感想です。ただ、やっぱりスマートフォンセンサーサイズがちっちゃいので 4K が収録できたとしても、なんか PC で見るとちょっと解像度になんかムラが生じたりとか、グレーディング全然弱かったりとか、さすがにね一眼レフとかに比べると劣るんですけれども、このモバイルっていうメイン機能がある、その付加価値としてカメラ機能があるにもかかわらず、ここまで表現できちゃうっていうのはもう本当に革新的、イノベーションとしか言えないですね。それが本当に良かったポイントです。はい。もう一個良かったポイントといったら、やっぱり画面の情報量が圧倒的に多いんですよね。なので、仕事とか、僕基本的にこの携帯1台で仕事していることが多いんですけれども、最近はね、カレンダーとかメール見たりとか、あとは毎日ねトランスサロンに数千字の記事を書いてるんですけれども、そういったものもできるし、画面の情報量が多いので iPad みたいなノリで意外と使えたりするんですよね。iPad もすごく優秀なんですけれども、そのぐらい画面の情報量が多いので、動画クリエイターとしてはね、やっぱり自分が作った動画があるじゃないですか。それを友達とかにこれ見てよみたいな会話をした時に、なんか気軽に見せれるのははい。そんな感じで画面の情報量が多いので、なんか動画を見せたとしても結構ね、感動してもらえることが多いと。それって、今ね、クライアントワークそんなに多くないんですけれども、一時期仕事してた時って、クライアントさんにどういった映像を見せるかっていうのがすごく重要だったんですね。案件を取るためにも。ってことを考えると、iPhone 12 Pro Max で画面の情報量が多いと、クライアントさんをね、説得できることが、増えるんじゃないかなと思います。見てください。テスちゃんの頭より大きい。はい。そんな感じでね、そういった優位性がありましたと。もう早速いいですか？ 12 Pro Max とか、こういったケースとかをね、買って、マジでこれあかんなって思ったポイントを
ご説明したいと思います。まず見てください、こちら。マグセーフウォレット。ここにカードケースが入れることができます。そして、同じ色の黒のレーザーのケース、iPhone ケースを購入しました。なので、このブラックですね。で、中は iPhone 12 Pro Max のゴールドを購入させていただいたので、何がいいかっていうと、カメラの部分とか、サイドとかで、このゴールドがキラーンって光るんですよ。その高級感って僕すごいなんかベストマッチだなって思ってます。で、僕黒がすごく好きなので、この組み合わせはめちゃめちゃかっこいいと思うし、男性らしいっていうのかな、わかんないけど、すごく個人的にはめちゃめちゃお気に入りのルックスとなっております。で、このマグセーフね、新しい、プロダクトじゃないですか、このマグセーフっていうのは。こうやって、マグネットでついたりとか、あとは、こんな感じで充電できたり。っていうのが、あるんですけれども、このマグセーフウォレットはいらないなっていうのが正直なところです。で、これは、トランスインク代表の安藤くんともね、話していまして、これは、ちょっと本当に買う必要ないよねっていうのが、マジで本音なところ。なんでかっていうと、まずこれをつけながら充電できません。はい、充電できません。つくんですけれども、充電はできません。なので、充電するときはわざわざこれを取り外して、充電しなければいけない。っていうのが一つ。そして、これ入れるじゃないですか。で、僕何を入れてるかっていうと、一番ね、エクスプレスカードっていうのかな。一番使うカードを入れていまして、僕はオフィスの鍵、そして、オフィスまで行く自転車のシェアリングのカードを入れてるんですけれども、見てください。ちょっとね、この青色が出てしまってデザイン性に欠けるんですね。カードが見えちゃうから。だから、このウォレットの色と iPhone 12 Pro Max のケースの色。おう。停止じゃん。ダメだよ。はい。このケースの色を合わせなきゃいけないっていう、ちょっとそういったなんかデザインがね、カードを入れた時にいまいちなんですよね。例えばアメックスカードのゴールドカードとか、そういったものを入れたとしても、なんかこのブラックになんかゴールドがはみ出てるのってちょっとなんかいまいちだなっていうのが、正直なところですね。それ以外にも、やっぱりポケットからなんか入れる時に落ちるみたいな意見もあったんですけれども、それは今のところないので、手にもフィットするし、いいかなと思ったんだけど、マグセーフウォレットのこの、結局こうやって外して、こうやってやんなきゃいけないっていう。今までこれ片手でポケットに入れてたものが、マグセーフウォレットでそのままピッてできないです。これすごく大事。一回出さなきゃいけないっていう。それはやっぱ iPhone っていうこういったなんかいろいろね時期が出ているデバイスなので、出てしまうとカードがダメになってしまうと。だからピッてできない仕様になっているんですね。だからわざわざこうやってピッてやるためには両手使わなきゃいけないので、何かアイスコーヒーとか持ってる時にオフィスに入るってことはできないと。だからイコール必要はありません。ただ、正直ね、このマグセーフウォレットっていう新しいそのアップルのプロダクトの、一番乗りをしていると。流行りに乗っているよっていう観点で言えば、僕はすごくデザイン性もね、なんか、好きっちゃ好きなのでカードがなければね。だからそこはね、本当に個人差あるなっていう感じです。ただ、僕はいらないと思います。やっぱり日常的にね、使用してみて、大きいし、重たいんですよ。なので寝ている時とか、結構がっつりね、両手で持たなきゃ使えないし、ってことを考えると、このミニのサイズ感ってのは、もうデメリット一切ないなっていうのが僕の見解です。これはね、サロンメンバーにギブしてしまうんですけれども、やっぱりこのサイズ感で、僕比較したんですけれども、動画とか写真とか、そんなに見違えるほど差がないんですよね。広角撮れるんですよ。マグセーフウォレットもドンピシャだしね。ってことを考えると、やっぱり買うべきはミニかなとは思いますが、やっぱり動画を撮る、今のね、僕が言ったメリット、デメリットの話だったりとか、動画クリエイターとして作品をね、iPhone でも作りたいっていう方は、やっぱり12 Pro Max なんじゃないかなと思います。で、クリエイティブワークを iPhone からしないという方に関しては、全然このミニ1台で十分なんじゃないかなと思っております。はい。そんな感じでね、実際に僕がこの iPhone 12 Pro を使ってみた感想、そして動画クリエイターとしてのね、視点を皆さんにお伝えさせていただきました。今日はね、こういったお話動画になってしまったんですけれども、僕来週から沖縄行って、この iPhone 12 Pro Max で作品作ってきますので、そういったね、シネマティック表現や Vlog、そしてチュートリアルも今後ともお楽しみにしていただけたらと思っております。はい。そんな感じで今日も最後
最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、バイバイ。